序章、帝国を完成させ、帝国にほどかれた王朝、アッバース朝。イスラーム帝国の歴史は、しばしば征服の物語として語られる。砂漠の軍勢が地平線を越え、古い帝国の境界を崩し、地中海からイラン高原へと半島を広げていった。その速度と熱量は確かに驚異的だ。だが、征服だけでは、国家は長く続かない。領土を取ることと領土を治めることは別の技術であり、別の想像力を要するからだ。アッバース朝とはまさにその転換点に立つ王朝である。彼らは征服国家イスラームを都市、官僚、学問という3つの柱で帝国として完成させた。新首都バグダードを建設し、税と文書で世界を動かす統治機構を整え、さらに地の集積を国家の威信と実務に結びつけた。軍事だけで支配するのではなく、商業と情報、制度と知識で支配する。アッバース朝の時代、イスラーム世界は戦って得た領土から運営される帝国へと姿を変えていく。しかし完成は同時に脆さを生む。帝国が巨大であるほど中心の命令は届きにくくなり、地方は自らの都合で動き始める。強い軍を求めれば軍は政治の中枢に入り、財政と官僚は国家を支えるが、支える者が増えるほど権力は分散する。カリフは統治する王から秩序を象徴する存在へと変質し、帝国は一枚岩ではなく複数の勢力が絡み合う巨大な網の目になっていった。それでもバグダードには中心があった。文書が集まり、学問が育ち、富が巡る。帝国の心臓部が確かに鼓動していた。だからこそ、その心臓が止まる瞬間は、世界の見え方を一変させる。最後に訪れるのは、分散した権力では受け止めきれないほどの衝撃、モンゴルの侵攻である。本論では、国旗の革命から始まり、バグダードの栄光を経て、1258年の陥落へ至るまでを追う。主題は単純だ。アッバース朝は帝国を完成させたが、巨大さゆえに権力はほどけ、最後は外からの一撃で中心が砕けた。その攻防の筋を人物と制度、都市と戦争の両面から描いていく。第一章、国旗の革命、ウマイヤの終わり、アッバースの始まり。アッバース朝は王族の王朝交代だけで生まれたのではない。辺境の不満、差別の記憶、財政の歪み、そして新興共同体にふさわしい秩序を求める声、それらが一点に集まり爆発した結果として成立した。舞台となったのは東方ホラーサーン。帝国の端でありながら軍事と交易の要衝で、中央の命令よりも現地の現実が強く人を動かす土地だった。ウマイヤ朝は征服国家としては強かったが、支配の作法はアラブ優位に傾き、非アラブ回収者マワーリーをはじめ多くの人々が共同体の一員でありながら二級であるという屈辱を抱えた。税負担の不公平、地方総督の戦後、部族対立の政治家が重なり、反発は静かに蓄積していく。革命とは突然の稲妻ではなく、長い寒気の末に落ちる雷だ。この不満を組織へと変えたのが国旗を掲げる運動である。名を前面に出したのは預言者一族の血筋に連なるアッバース家だが、実際に兵を動かし民衆を束ね勝利へ導いた象徴的存在として欠かせないのがホラーサーンの指導者アブー・ムスリムであった。彼は東方の人材と怨念を束ね、ウマイヤ最後の抵抗を押しつぶしていく。748年、帝国の運命は決した。ウマイヤ朝最後のカリフ、マルワーン2世は敗走を重ね、ついに捕らえられる。翌年、クーファでアッバース家のアブー・アル・アッバース、後のサクハーフがカリフとして宣言され、新王朝が名乗りを上げた。だが始まりの空気は祝祭だけではない。勝利の直後こそ血と猜疑が濃くなる。革命を担った者たちは次に誰が帝国を所有するのかをめぐって同じ旗の下で互いを測り始めるのだ。第2章、新しい都、帝国の設計図。バグダード建設と官僚国家の骨格。革命は王朝を変えるが、帝国を維持する仕組みは別にいる。アッバース朝が成し遂げたのは、征服で広がったイスラーム国家を都市と制度で回す帝国へ作り変えたことだった。その象徴が第2代カリフのアルマンスールである。彼は勝利の熱が冷めないうちに権力の中心を再配置し、国家の設計図を書き直す。都は政治であり、軍事であり、思想である。アルマンスールは既存の有力都市に寄りかからず、あえて信徒を築く道を選んだ。
ティグリス川沿いに建設されたバグダード円形都市として計画されたこの都は、秩序を目に見える形にした帝国の模型だった。中心にカリフの宮殿とモスクを置き、同心円状に行政、軍事、市場が配置される。統治とは連邦を支配するだけでなく、中心を中心として機能させることでもある。制度面では官僚機構 PR が整えられ、財政と文書行政が国家の欠陥になる。ここで重要なのが書記官と宰相、ワジールたちだ。アッバース朝は多様な人材を登用し、とりわけイラン系の行政文化を取り込んだ。ペルシア的な文書主義、歳入の把握、徴税の体系化は征服の勢いで走ってきた国家に持久力を与える。軍と税が結びつき、税が都市を育て、都市が学問と商業を呼び込む循環が始まる。一方で革命の行進たちがそのまま権力を握り続けることは許されなかった。中心を固めるには終焉の力を切り離す必要がある。象徴的なのがアブー・ムスリムの処遇で、彼はついに粛清される。これは残酷な裏切りではなく、帝国が個人の軍事カリスマから制度の支配へ移るための冷たい通過儀礼でもあった。こうしてアッバース朝は剣で得た半島を都市と官僚で縫い合わせ始める。バグダードは単なる都ではない。ここから先の章で語る学問の交流も諸勢力の分立も、全てはこの完成された帝国という土台の上に起こる。第3章、地の都バグダード。翻訳運動と学問が帝国を磨いた。帝国は剣だけでは長持ちしない。税を集め、法を整え、暦と測量で土地を管理し、医療で都市を支える。そうした日常の技術が積み重なって、初めて巨大国家は安定する。アッバース朝が歴史に残した決定的な特徴は、まさにその技術を学問として組織し、帝国の中枢に据えた点にある。バグダードは征服国家の首都ではなく、地が集積する工房になった。天気を作ったのはハールーン・ア・ラシードとその子アルマームーンの時代である。宮廷は豪奢な逸話で語られがちだが、重要なのは浪費ではなく投資だった。彼らは学者と書記官を保護し、異なる言語圏の知識を国家の資産として取り込む。ここで始まったのがいわゆる翻訳運動である。ギリシア語の哲学、数学、シリア語を経由した医学、ペルシアの行政地、インドの天文学、多文明の成果がバグダードに流れ込み、アラビア語へと居直される。象徴となるのが知恵の館、バイト・アルヒクマだ。図書館であり、翻訳局であり、研究の拠点でもあったこの場は、帝国が学問を国家事業として扱った証拠である。翻訳者は単なる写し手ではない。語訳を正し、概念を整理し、用語を作り、理解可能な体系へ組み替える。つまり、彼らは知の移植を行う外科医だった。ウナイン・イブン・イスハークのような翻訳者は、医学書を正確に移し替えることで、都市生活を支える医療の水準そのものを押し上げた。学問の成果は、宮廷の飾りではなく、実務に直結する。天文学は、礼拝時刻や方角、キブラを定め、暦は、徴税と農業を整える。数学は測量や財務の計算を支え、医学は大都市の人口を維持する。さらに法学、服府の発展が帝国の隅々に同じ規範を浸透させていく。都市、官僚、学問が互いに噛み合い、帝国は運用可能な巨大さへ近づいた。しかし、知が権威になると、知は争点にもなる。合理を重んじる神学と伝統を守る学者たちの緊張が高まり、やがて国家が協議に踏み込む局面が来る。知の黄金時代は、同時に権力が思想へ触れ始める時代でもあった。第4章、信仰と権力、正しさを誰が決めるのか。帝国が成熟すると、争いは国境ではなく中枢で起こる。軍事でも財政でもなく、何が正しい信仰かという問いが、政治の中心に据えられた時、アッバース朝は最も繊細な領域に踏み込んだ。知のとバグダードは翻訳運動で世界の知を集めたが、その知はやがて神学に火をつけ、支配の正当性そのものを揺さぶっていく。引き金となったのは、カリフ権力が学問の後ろ盾を得たことだった。特にアルマームーンの時代、合理的な思考を重視する潮流ムータジラ派が宮廷で重んじられ、国家が信仰の解釈へ介入するようになる。ここで行われたのがミフナ宗教審問だ。争点はクルヤーンが永遠の神の言葉として
作られていないのか、それとも神が作ったものなのか、という一見抽象的な議論だった。だが、本質は別にある。解釈の最終決定権が、学者にあるのか、カリフにあるのか、その権威の奪い合いだった。ミフナは帝国が自らの統治を正当な協議で補強しようとした試みである。官僚国家として完成するほど、国家は規範を統一したくなる。信仰が統一されれば、裁きも徴税も、人々の忠誠も滑らかに流れる。だが、信仰は行政の道具ではない。押し付けられた正しさは、反発と殉教の物語を生む。ここで象徴となるのが、法学者アフマド・イブン・ハンバルだ。彼は審問に屈せず、拘束と圧力に耐え抜いたと伝えられる。重要なのは、彼個人の英雄譚ではなく、学者、ウラマーが民衆の尊敬と支持を背負い、国家の上に立つ道徳権威として見え始めた点である。やがて、ミフナは終わる。国家が教義を統制しきれないと悟ったからではない。むしろ統制を続けるほど統治の土台が傷むと理解したからだ。ここで生まれた妥協は後世のイスラーム世界の骨格になる。政治権力は秩序を保つが、信仰と法の最終的な語り手は学者共同体に移っていく。カリフは神の代理人であり続けても、日常の規範を裁く権威は都市に根を張る学者たちが握るようになる。しかし、これは安定だけを意味しない。権威が分散した帝国は、同時に中心が単独で全てを動かせない帝国になる。官僚と軍、宮廷と学者、都市と地方、力の結び目が増えた分、ほどけ方も増えたのだ。第5章、軍と財政。帝国の心臓が傭兵化するとき、アッパース朝の統治は都市と官僚が支えた。だが、官僚は神で帝国を動かせても、剣で秩序を守れない。広大な藩と頻発する反乱、辺境の防衛。これらに応えるため、カリフ権力は軍を強化し、やがて軍そのものが政治の主役へと近づいていく。帝国が完成に向かうほど矛盾もまた精密になる。その核心が軍事力の外部化、すなわち傭兵化だった。転機として語られるのがアルムータスムの時代である。彼はトルコ系の軍人を大規模に登用し、近衛軍として組織化した。彼らは血縁や部族のしがらみから切り離された存在で、カリフへの忠誠を軸に据えやすい。理屈は明快だ。旧来のアラブ部族軍は政治化し、利害で動く。ならば、新しい軍を作り、権力の芯を守らせる。この発想は、短期的には成功する。反乱鎮圧や戦線の維持に即効性があったからだ。だが、強すぎる派は、持ち主の手をも切る。トルコ軍人たちは、やがて、誰がカリフであるかを左右する力を持ち始める。象徴となるのが、サーマン・ラーセントだ。バグダードの市民と新軍の摩擦を避けるため、宮廷は軍と共に信都へ移った。これは治安対策であると同時に、政治の中心が都市から軍営へと傾いたことを意味する。カリフの玉座は残っても、その周囲に立つ影が濃くなる。朝廷は軍に守られ、同時に軍に監視されるようになった。軍の膨張は財政を直撃する。常備軍の維持は高価で、給金が滞れば即座に反乱が起きる。そこで国家は徴税を強化し、徴税権そのものを地方の有力者へ委ねる方向へ進む。つまり、金を集めるために権限を分ける矛盾だ。税の取り立てを請け負う者が地方に根を張れば、その地方は半ば独立する。帝国の中心は兵を雇うために地方へ譲り、地方は譲られた権限でさらに自立する。この循環がアッパース朝の統合力をゆっくり削っていく。さらに軍と財政の問題は宮廷内部の争いを激化させた。宰相や官僚は制度を守ろうとし、軍人は即応と実力を求める。どちらも帝国に必要だが、両者の均衡が崩れた時、国家は運営ではなく取り合いになる。カリフの権威は象徴として残りつつ、実務の決定権は軍閥や宮廷勢力へ散っていった。それでも帝国はすぐには倒れない。むしろ中心が弱まるほど地方が独自に秩序を作り始め、世界は再編されていく。第6章、文献の帝国、地方王朝がカリフの名で統治する。軍と財政が生んだ矛盾はついに地図の上に現れる。アッパース朝の中心が軍閥化し、税の流れが不安定になるほど、辺境や地方は自分で守り、自分で集め、自分で治める方向へ傾いた。だが重要なのは、多くの地方権力が最初から反乱を掲げたわけではない点だ。彼らはしばしば
カリフの権威を否定せずに利用した。つまり実態は独立に近いのに、形式はカリフの代理であり続ける。アッバース朝は帝国の中心であると同時に帝国を束ねる看板へと変質していく。象徴的なのが東方のサーナーン朝や西方のアグラブ朝、さらにはトゥールーン朝など各地で進んだ王朝化である。彼らは徴税と軍事を握り、治安と経済を整え、時に学問や文化の保護者となった。地方は勝手に上がれたのではなく、むしろ統治の実務を引き受けたのだ。中心が弱るほど地方の統治は現実の要請として強化される。ここにアッバース朝の歴史の皮肉がある。帝国を完成させた官僚制と都市経済は中心が揺らいでも地域社会が回り続ける土台を作っていた。だから崩壊は一瞬ではなく長い再編として進んだ。一方でバグダードの中心は省庁に退くほど宗教的権威としての価値が増す。金と兵は地方に流れても正当性の言葉はカリフの名のもとに残る。地方の支配者はカリフから官職名や称号を得ることで自分の統治を合法化できる。民衆にとってもカリフは世界秩序の中心であり続ける方が安心だ。結果として帝国は一枚岩ではなく複数の権力がカリフ権威を軸に連なる連合のような形へと変わっていく。しかしこの構造には避けがたい緊張がある。地方が自立するほど中心は資源を失い軍を維持できず、さらに依存を深める。中心が弱るほど地方は守るために強くなる。こうして帝国は中心が都市と儀礼を抱え、地方が兵と税を握るという分業の帝国へ変わった。外から見ると秩序は保たれているが、内側では権力の重心がすでに移っている。この分権の時代に決定的な別の中心が現れる。カリフの権威そのものを争点にし、イスラーム世界を二重の正当性で割る存在、ファーティマ朝である。第7章、2つの正当性。ファーティマ朝とカリフイの競争。分権が進んでもアッバース朝にはまだ中心があった。カリフの名は祈りの場で読まれ、硬貨に刻まれ、統治の正当性を保障する印象として機能し続けた。だが10世紀、帝国に致命的な亀裂が走る。アッバースのカリフだけが共同体の主張ではないと名乗る勢力が現れたのだ。北アフリカから台頭したファーティマ朝である。彼らは預言者ムハンマドの娘ファーティマの血統を掲げ、シーア派イスマイール派を軸に真の導きテイマームカリフを主張した。これは単なる地方王朝の独立とは違う。帝国の看板を借りるのではなく、看板そのものを奪い合う挑戦だった。ファーティマ朝が回路を築き、地中海と紅海を結ぶ交易の要衝を掌握すると、競争は軍事だけでなく経済にも及ぶ。香料、穀物、金、絹、富の流れが変わり、学者や職人、商人の移動も起きる。バグダードが学問の都として輝きを保つ一方で、カイロもまたもう一つの中心として存在感を増す。正当性の競争は刀ではなく都市の力でも争われた。この二重の中心はアッバース朝の立場をさらに難しくした。地方支配者にとってカリフの権威は便利だが唯一である必要はない。状況次第でどちらの権威を掲げるかが政治のカードになる。宗派的緊張が高まると同時にスンナ派の側も正当性を守るための言語を研ぎ澄ませていく。ここで重要なのはアッバース朝が宗教的権威を失ったのではなく、争われるほど価値の高い権威になったという点だ。帝国の現実の軍事力が弱るほど象徴としてのカリフはより強く必要とされる。だがそれは同時に守るための力が自前では足りないことを意味した。そして中心バグダードでは権力の空白を埋める者が現れる。カリフに代わって実務と軍事を握る保護者たち、ブワイフ朝のような軍事勢力である。彼らはカリフを廃止はしない。むしろカリフを抱え込み権威を利用しながら帝国の舵を取る。アッバース朝はこの時代、統治する王朝から正当性を供給する中枢へとさらに変わっていく。第8章、守護者の帝国、セルジューク朝とスンナ派秩序の再編。ブワイフ朝の時代、バグダードのカリフは確かに生きていた。だがそれは政治の主導者としてではない。軍事と財政を握る者が
宮廷の外に立ち、カリフはその内側で正統性の神として保たれる。アッバース朝は権力を失うほどに象徴として必要とされる逆説を深めていった。11世紀、その構図をより大きく、より制度的に作り変えたのがトルコ系遊牧勢力セルジューク朝である。セルジュークは軍事力を背景にイランからイラクへ進出し、バグダードへ入る。ここで彼らが選んだ手はカリフを倒して新王朝を建てることではなかった。むしろスンナ派の秩序を回復する守護者として振る舞い、カリフの名を掲げて自らの支配を正当化したのである。カリフは宗教的儀礼的中心として残り、セルジュークの君主はスルタンとして実権を握る。この二重構造はアッバース朝の衰退を示すだけでなく、イスラーム帝国が巨大化した末に到達した政治技術でもあった。すなわち正統性は終身が供給し、実務は軍事国家が担うという分業である。この時代、秩序の再編は剣だけでは行われない。学問と教育が国家運営の武器となった。最初にザーム・アルムルクは各地にマドラサ、学院を整備し、法学と神学の標準化を進める。地のネットワークは行政官の要請と宗教的統一を同時に実現し、帝国を官僚と学問の力で束ねようとした。アッバース朝が都市文化と官僚制で帝国を完成させたという主題はここでも反響する。ただし主役はカリフではなく、カリフを守護する側へ移っている。一方でこの再編は新たなモラサモン、スルタンの強さは軍事的成功に依存し、遊牧的な権力は相続で分裂しやすい。実際セルジューク体制は内紛と地方化に揺れ、中心が安定すると見えた。バグダードもまた政治の波に翻弄される。さらに西方では十字軍が大衆し、イスラーム世界は外圧にもさらされる。ここで注目すべきは、カリフ権威が帝国の統治ではなく共同体の防衛と結束の象徴として再評価されていく点だ。軍事国家が乱立し、戦場が広がるほど人々は中心の名を求める。だが中心そのものは軍を持たない。こうしてアッバース朝は衰えながらも長世界を束ねる装置として残り続けた。第9章、中心の崩落。1258年、バグダード陥落と帝国の終幕。セルジューク以後のイスラーム世界はアッバース朝という中心をいただきながら、実権は各地の王朝と軍事勢力へ分散していった。バグダードはなお学問と商業の都であり続けたが、軍事の手足を欠いた中心は時代の衝撃に耐える防壁を持たなかった。13世紀、ユーラシアを覆うモンゴルの王朝はついにこの弱点を一点突破する。1258年、フラグ率いるモンゴル軍がバグダードへ迫る。宮廷には最後のカリフ、アルムスターシムがいた。彼の選択がどれほど誤算に満ちていたかは後世の議論を呼ぶが、確かなのは中心が交渉と儀礼だけで生き残れる時代は終わっていたという事実だ。援軍を動員する力は薄く、周辺勢力も利害で割れ、都市国家としての備えも十分ではない。包囲は短く、しかし決定的だった。陥落後の惨禍は単なる都市の破壊ではなく、象徴の解体だった。市場も工房も官僚の文書も学知の蓄積も戦利品と炎の中で散った。世界が帝国として完成させた都市、官僚、学問の結晶。その中心が崩れる光景は政治の終わりであると同時に精神の支柱が折れる音でもあった。カリフが殺害されたという知らせはイスラーム共同体の秩序感そのものに穴をうがつ。正当性の源泉が軍事力の前で現実に無力だと証明されたからだ。ただしここでイスラーム世界が消えたわけではない。中心が崩れた後、各地の権力はむしろ再編を急ぐ。エジプトではマムルーク朝がモンゴルの脅威に対抗し、1260年アインジャールートで勝利する。さらに象徴の再建としてカイロに名目上のアッバース朝カリフが建てられ、宗教的正当性の火は別の場所へ移された。バグダードが担った中心の機能は形を変え分散し、そして生き残る。それが帝国の遺産だった。アッバース朝の終焉は滅亡という一点で完結しない。都市、官僚、学問で帝国を完成させたが、巨大さゆえに権力が分散し、最後は外圧で中心が崩れたという私たちの主題はここで輪郭を得る。終章、遺産としてのアッバース朝、帝国の型は滅びても残る。
1258年、バグダードの陥落はアッバース朝という中心の終わりだった。だが、それはイスラーム文明の終焉ではない。むしろここで示されたのは、帝国とは王朝の寿命より長く生きる仕組みだということだ。アッバース朝は征服国家イスラームを都市、官僚、学問によって帝国として完成させた。バグダードは政治の首都である以上に、税と文書が世界を動かし、学士が権威を与え、商業が富を循環させる中枢だった。しかし、その完成は同時に脆さをはらむ。領域が広がるほど、軍事力と財政は現場へ分散し、中心は儀礼と象徴へ退く。セルジューク、地方王朝、マムルーク、実権は移り、カリフは統一の名に変わった。巨大な帝国は中心を必要としつつも、中心だけでは維持できない。最後の衝撃を受けた時、失われたのは王朝だけでなく中心があるという世界観そのものだった。それでも遺産は残る。官僚制、都市文化、学問の制度、翻訳と研究の連鎖、法と宗教をめぐる思考の蓄積。モンゴルの破壊は中心を砕いたが、帝国の方は各地に移植され、カイロやダマスクス、さらに後の諸王朝へ受け継がれていく。アッバース朝とは勝利の年代記ではなく、帝国がどのように完成し、どのように分散し、そしてなお生き延びるかを示した長い実験だった。それが私たちがこの王朝を語る理由である。